2025年12月、東京都西東京市の住宅で母親と3人の息子が死亡し、さらに近隣の練馬区マンションのクローゼットから27歳の男性の遺体が発見された事件なのだ。2つの現場をつなぐ接点があったという衝撃の事件よね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件では36歳の母親が我が子3人を手にかけ、自らも命を絶ったと見られているのだ。子供たちまで巻き込まれたなんて胸が痛くなるわ。そしてもう一つの現場、練馬区のマンションで発見された男性の存在がこの事件の深い闇を浮かび上がらせるのだ。2つの死亡事件が実はつながっていたってこと？そうなのだ。母親と男性の間にどんな関係があったのか、なぜこれほどの惨劇が起きたのか、今日は詳しく解説していくのだ。動機や背景にまだ謎も多い事件よね。後半では僕とメタンで母親がなぜこのような行動に至ったのか、その心理と動機について深く考えていくのだ。事実だけでは見えてこない部分を一緒に掘り下げていくわよ。楽しんでほしいのだ。2025年12月19日午後5時を少し過ぎた頃、東京都西東京市北町の住宅街に1台の車が静かに止まったのだ。それが夫の帰宅だったのよね。そうなのだ。40代の夫は仕事を終えて自宅に戻ったのだが、玄関の前に立った瞬間、違和感を覚えたのだ。違和感ってどういうことかしら？ドアにチェーン錠がかかっていたのだ。内側からかけられたチェーン錠は外からは絶対に開けられないのだ。家族がいるはずなのに内側から鍵がかかっていたの？そうなのだ。夫は何度もドアを叩き、妻の名前を呼んだそうなのだ。しかし中からは何の反応もなかったのだ。その静寂がすでに答えだったのよね。夫はすぐに110番通報したのだ。駆けつけた警視庁田無署の警察官がドアをこじ開けて室内に踏み込んだのだ。そして4人が発見されたのよね。母親の野村ゆかさん36歳、長男の春人さん16歳、次男の陸斗さん11歳、三男のレオさん9歳、4人全員がすでに息を引き取っていたのだ。お母さんと3人の子供は言葉が出ないわ。近隣住民によると、ゆかさんは明るく面倒見のいい母親として知られていたそうなのだ。子供たちを送り迎えする姿をよく見かけたと語る住民もいるのだ。普通の家族だったのよね。長男の春人さんは地元の高校に通う16歳で、バスケットボール部に所属していたと伝えられているのだ。真面目で面倒見のいい兄貴分だったそうなのだ。16歳でまだこれからだったのに。次男の陸斗さんは11歳、小学5年生だったのだ。活発で友達が多く、休み時間はいつも外で遊んでいたとクラスメートが語っているのだ。三男のレオさんは9歳だったのよね。そうなのだ。三男のレオさんは小学3年生で、お兄ちゃんたちをいつも目で追いかけているような甘えん坊の末っ子だったと伝えられているのだ。3人ともまだ幼い子供たちだったのね。一方、母親のゆかさんは36歳で、事件当時は専業主婦だったと見られているのだ。夫は40代の会社員で、家族5人で西東京市北町の一戸建てに暮らしていたのだ。表向きは普通の家庭に見えていたのよね。近隣の住民は引っ越してきてから数年、特にトラブルがあったとは聞いていないと語っているのだ。それだけにこの事件は周囲に大きな衝撃を与えたのだ。でも事件の直前に何か変化があったのかしら。12月19日の午後5時頃、夫の携帯電話にゆかさんから LINE のメッセージが届いていたと報じられているのだ。その内容はごめんなさいという短い一文だったと伝えられているのだ。亡くなる直前に夫にメッセージを送っていたの？そうなのだ。夫はそのメッセージを受け取り帰宅したところ、チェーン錠がかかった玄関に直面したのだ。ごめんなさい、それが全てを暗示していたのね。警察が室内に踏み込んだ時、現場は凄まじい状況だったのだ。床には大量の血痕が広がり、複数の部屋にわたって争いの痕跡が残されていたと伝えられているのだ。複数の部屋で何が起きていたの？ゆかさんと長男の春人さんが倒れていた部屋から血のついた斧と包丁の2種類の凶器が発見されたのだ。春人さんの遺体には腕や手のひらに複数の防御創が残されていたのだ。何かから自分の体を守ろうとした痕跡だったのだ。ゆかさんの遺体にはいわゆるためらい傷が確認されていたのだ。刃物を自分の体に当てることを何度もためらったような浅い切り傷が並んでいたのだ。2人の死因はいずれも失血死だったのだ。床に残された血の量は現場に駆けつけた警察官が言葉を失うほどだったと伝えられているのだ。一方、別の部屋では次男の陸斗さんと三男のレオさんが発見されたのだ。2人の首には結束バンドで絞められた跡が残されており、死因は窒息死と断定されたのだ。さらに次男の陸斗さんの首には刃物で切られたような傷も確認されていたのだ。三男のレオさんの体に目立った外傷はなかったが、同じく命を奪われていたのだ。現場には4人の命が奪われた痕跡がそれぞれ異なる形で刻まれていたのだ。信じられないわ。子供たちがそんな形で言ってしまったなんて言葉が出ないわ。警察は4人の遺体を確認した後、直ちに現場を封鎖し、
犯罪捜査として捜査を開始したのだ。最初から事件として動いていたのね。そうなのだ。凶器が室内に残されていたこと、チェーン錠が内側からかけられていたこと、この2点から警察は当初内部で何らかの悲劇が起きたとみて捜査を進めたのだ。でもこの4人の死だけじゃなかったのよね。そうなのだ。捜査を進める中でゆかさんの車の中から重大な手がかりが見つかったのだ。車の中から何が見つかったの？練馬区内のマンションの賃貸借契約書が発見されたのだ。しかもその契約はゆかさん自身の名義だったのだ。自宅とは別にゆかさん名義のマンションがあったの？そのマンションは西東京市の自宅から約 5.5 キロ離れた練馬区内にあり、家賃は月約11万円の 1LDK だったのだ。契約が交わされたのは2025年3月下旬のことだったのだ。事件の9ヶ月も前から密かに借りていたのね。警察は直ちにそのマンションの確認に向かったのだ。12月22日、捜査員がマンションに踏み込んだのだ。そこで何が見つかったの？寝室のクローゼットの中から男性の遺体が発見されたのだ。クローゼットの中に男性の遺体が？その男性は中久保慎太郎さん、当時27歳の会社員だったのだ。ゆかさんより9歳年下の若い男性で、このマンションで一人暮らしをしていたと見られているのだ。ゆかさんが借りたマンションに別の男性が住んでいたの？そうなのだ。中久保さんの遺体には解体を試みたような傷跡があったと報じられているのだ。発見された時にはすでに4、5数日が経過していたと見られているのだ。2つの現場、2つの惨劇だったのね。捜査関係者によると、野村ゆかさんは中久保さんから別れ話を切り出されていたと見られているのだ。2人の間には交際関係があったことが疑われているのだ。別れ話、それが全ての始まりだったということかしら。警察は中久保さんが12月15日頃に殺害され、17日頃までに遺体がクローゼットへ遺棄されたと見ているのだ。そして4日後の19日に自宅で子供たちへの犯行が行われたと見られているのだ。中久保さんの死の後に子供たちの命が奪われたのよね。そうなのだ。警察はこの一連の出来事について、ゆかさんが子供たちを道連れにする無理心中を図った可能性があるとして捜査を進めたのだ。なぜ子供たちを巻き込んだのか、それが一番わからないわ。警察が室内に踏み込んだ後、捜査員たちは現場の詳細な記録を言っていったのだ。血の匂いが充満し、薄暗い照明の中に複数の人影が床に倒れていたのだ。その中に4人が倒れていたのよね。リビングにはゆかさんと長男ハルトさんの遺体があったのだ。2人の周囲には大量の血痕が広がり、近くに血のついた斧と包丁が残されていたのだ。ハルトさんの両腕には複数の防御創が確認されたのだ。刃物を素手で受け止めようとした痕跡が、16歳の少年が最後まで抵抗したことを物語っていたのだ。別の部屋では次男ビクトさんと三男レオさんが発見されたのだ。2人の首には結束バンドで絞められた跡が残されていたのだ。ビクトさんの首には刃物で切られたような傷もあったのだ。9歳のレオさんには目立った外傷はなかったが、死因は同じく窒息死と判断されたのだ。警察官が4人の状態を確認した時、全員の死亡が間もなく確認されたのだ。静まり返った室内には凶器だけが血に染まったまま残されていたのだ。子供たちが自分の家で命を奪われたなんて。ハルトさんは16歳、まだ高校生だったのだ。クラスメートによると、弟思いで面倒見が良い少年だったと語っているのだ。その子は防御創をつけながら最後まで戦っていたのね。ビクトさんは11歳でサッカーが好きな活発な少年だったと地域の知人は語っているのだ。レオさんは9歳で兄たちにいつもついて回る甘えん坊だったと伝えられているのだ。3人ともまだこれから何でもできる年だったのね。どうしようもなく悲しいわ。ゆかさんの遺体にはためらい傷が確認されたのだ。これは自傷行為によく見られる浅い傷が複数残されている状態で、自らを傷つけることへの葛藤を示す痕跡だと捜査関係者は語っているのだ。ためらい傷、つまりゆかさん自身も自分を傷つけていたということ？そうなのだ。ゆかさんの死因は失血死と判断されているのだ。ただしゆかさんが自ら命を絶ったのか、長男とのもみ合いの末の結果なのかについては捜査資料からは確定できていないのだ。その部分だけがまだはっきりしていないのね。事件から3日後の12月22日、警察はゆかさんの車内から発見されていた書類に注目したのだ。それは練馬区内のマンションの賃貸借契約書でゆかさん名義だったのだ。自宅とは別にゆかさんが契約したマンションがあったのね。そのマンションは自宅から約 5.5 キロ離れた 1LDK で、家賃は約11万円だったのだ。契約は2025年3月下旬に結ばれていたと報じられているのだ。9ヶ月前に密かに借りていたということかしら。警察が12月22日にそのマンションに踏み込んだ時、寝室のクローゼットの中から男性の遺体が発見されたのだ。身元は会社員の中久保慎太郎さん、当時27歳と判明したのだ。クローゼットの中にどれほど凄惨な状況だったのかしら。中久保さんの遺体には解体を試みたような傷跡があったと報じられているのだ。遺体を発
発見した捜査員もその状況に言葉を失ったと捜査関係者は語っているのだ。それは単なる衝動ではなく隠滅しようとした意図があったということよね。そうなのだ。捜査関係者によると中久保さんはゆかさんが名義契約したそのマンションで一人暮らしをしていたと見られているのだ。2人の間にはいわゆる交際関係があったと見られているのだ。ゆかさんが自分名義で借りた部屋に9歳年下の交際相手を住まわせていたということを。そうなのだ。そして捜査関係者の証言によると中久保さんはその直前にゆかさんに対して別れ話を切り出していたと見られているのだ。別れを告げられた直後にあの事件は起きたのね。警察の見立てによるとゆかさんは12月15日頃に中久保さんを刃物で刺して殺害し17日頃までに遺体をクローゼットへ遺棄したとされているのだ。子供たちへの犯行の4日前にはすでに中久保さんは亡くなっていたということよね。そうなのだ。ゆかさんはその後も少なくとも2日間日常を装うように過ごしていたと見られているのだ。近隣住民によるとその間も特に異変は見られなかったと語っているのだ。4日間あの母親は何を考えながら過ごしていたのかしら。ゆかさんがなぜ子供たちを道連れにしたのかは現在も完全には解明されていないのだ。捜査は無理心中の可能性を軸に進められたがゆかさん本人から証言を得ることはできなかったのだ。亡くなってしまっているから真相は永遠にわからないままかもしれないわ。2026年4月24日警視庁は野村ゆかさんを殺人及び死体遺棄の疑いで容疑者死亡のまま書類送検したのだ。刑事裁判は行われないため司法の場で動機が語られることもないのだ。それが現在の公式見解ということね。裁判もなくなぜという問いへの答えも出ないまま。3人の子供たちの父親にあたる夫は突然4人の家族を失ったのだ。その悲しみがどれほど深いものか想像するだけで言葉が出なくなるのだ。ハルトさんもリクトさんもレオさんも何も悪くなかったのにね。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず整理しておきたいのだがこの事件には事故では説明がつかない点がいくつもあるのだ。確かに普通の事故や無理心中とは少し違う要素が混ざっているように感じるわ。最初に押さえておきたいのは子供たちの死因なのだ。次男のリクトさんと三男のレオさんは窒息死で首に結束バンドで締められた跡が残っていたのだ。結束バンドで締めるってそれは偶発的に起きることじゃないわよね。そうなのだ。結束バンドは日常的に手元にあるものではなく意図的に準備しなければ使えない道具なのだ。この点だけで事故という線はほぼ消えると思うのだ。つまり少なくとも子供たちの死については計画性が疑われるということよね。僕はそう思うのだ。さらに注目したいのはゆかさんと長男ハルトさんの死因が失血死で現場から血のついた斧と包丁が見つかったという点なのだ。斧と包丁の両方が使われているの？それって一つの現場に2種類の凶器があったということよね。そうなのだ。斧という特殊な凶器が用意されていたことはこれもまた事前に準備が行われていた可能性を強く示しているのだ。日常的に家に斧があるご家庭ってそう多くないわよね。意図的に持ち込んだと考える方が自然かしら。その通りなのだ。そして長男のハルトさんの遺体には防御創が複数確認されているのだ。防御創というのは攻撃から身を守ろうとした時にできる傷のことなのだ。ハルトさんは抵抗しようとしていたということよね。それがどれだけ恐ろしい状況だったか。16歳の少年が必死に身を守ろうとしていたのだ。この事実は少なくともハルトさんにとってその状況が突然の攻撃だったことを示しているのだと思うのだ。でもゆかさん自身の遺体にはためらい傷が確認されているわよね。それは自傷の痕跡とも読めないかしら。そこが非常に重要な点なのだ。ためらい傷は一般的に自らを傷つける際に最初の一歩を踏み出せずに何度も浅く切ってしまうことで生じるとされているのだ。つまりゆかさんが自分で自分を傷つけた可能性を示している傷ということよね。そうなのだ。ただゆかさんの死因が失血死であることを考えると最終的に致命的な傷を負った経緯については複数の解釈ができるのだ。長男とのもみ合いの中でということも考えられるの？可能性としては否定できないのだ。ハルトさんに防御創があり現場に凶器が複数あったという状況から激しい格闘があったことは想像できるのだ。母親と息子が同じ部屋で本当に痛ましいわ。次に動機について考えたいのだ。捜査関係者によるとゆかさんは中久保さんから別れ話を切り出されていたと見られているのだ。それが今回の一連の出来事の引き金になったということかしら。僕はそう思うのだ。ゆかさんは2025年3月下旬に練馬区内のマンションを自分の名義で契約しているのだ。家賃約11万円の 1LDK でそこに中久保さんが住んでいたと見られているのだ。ゆかさんが自分の名義でマンションを借りて9歳年下の交際相手を住まわせていたということよね。そうなのだ。この関係にゆかさんがどれほど依存していたかを示しているように思うのだ。
名義を自分にするということはそれだけ深く関与していたということなのだ。そして別れ話を切り出されたのが引き金になったと考えると、感情的に追い詰められた状態だったことは想像できるわ。僕が注目するのは時系列なのだ。12月15日頃に中久保さんを殺害し、その後遺体をクローゼットに遺棄し、12月19日に子供たちを殺害しているのだ。中久保さんの死から子供たちの死まで4日間があるわよね。その間ゆかさんはどんな気持ちでいたのかしら。この4日間が非常に重要だと思うのだ。中久保さんを殺害した後、ゆかさんはすぐに自分の命を絶とうとはしなかったのだ。何かを考え準備していた可能性があるのだ。子供たちを道連れにすることをその4日間で決意したということかしら。僕はそう推測するのだ。ただここで一つ疑問が出てくるのだ。なぜ子供たちを道連れにしようとしたのかという核心部分がまだ解明されていないのだ。警察は無理心中の可能性があるとして捜査したけれど、なぜという部分は本人しか知らないものね。ゆかさんが残したとされる LINE のメッセージの内容も、夫に送ったそのメッセージが何を意味していたのかは非常に気になるところなのだ。その LINE が発見のきっかけになったのよね。何かを伝えようとしていたのかしら。僕はその可能性が高いと思うのだ。告白なのか別れの言葉なのか、あるいは助けを求めるものだったのかはわからないのだ。ただ意図的に夫に送ったことは間違いないのだ。偶然ではなく発見されることを望んでいたとも取れるわね。そして複数被害者という観点から見ると、この事件では中久保さん、春人さん、陸将さん、久志さんと合計4人が命を落としているのだ。それぞれに対する行為の性質が異なっているという点が重要なのだ。中久保さんへの行為と子供たちへの行為は性質が違うということよね。そうなのだ。中久保さんへの行為は怒りや憎しみ、あるいは失いたくないという執着から来ている可能性があるのだ。一方で子供たちへの行為は無理心中という別の論理で動いていた可能性があるのだ。同じ殺害という言葉でも全く異なる感情から来ているかもしれないということよね。それが余計に複雑でやりきれないわ。僕はこう思うのだ。ゆかさんは中久保さんとの別れという現実を受け入れられず、衝動的あるいは計画的に中久保さんを殺害し、その後に自らの死を決意した段階で子供たちを巻き込んだのだと思うのだ。でもそこで一つ疑問があるわ。ハルトさんは16歳で状況を理解できる年齢よね。抵抗できたはずなのになぜ防がれなかったのかしら。それは僕も考えたのだ。防御層があるということはハルトさんが抵抗したことを示しているのだが、最終的に命を守れなかったのだ。斧という凶器の圧倒的な破壊力と突然の攻撃という状況が重なったのだと思うのだ。不意をつかれればどれだけ若くて体力があってもということよね。この事件で最も解明されていない点は、ゆかさんが子供たちを道連れにしなければならないと考えた理由なのだ。自分だけが死ぬという選択肢はなぜなかったのかということなのだ。残された子供たちが夫に引き取られて生きていくという未来がゆかさんには受け入れられなかったということかしら。あるいは子供たちへの支配的な愛情、つまり自分のいない世界で子供たちに生きてほしくないという歪んだ感情があった可能性もあると思うのだ。それは愛情とは言えないけれど、追い詰められた人間の心理としては起こり得るものなのかもしれないわね。僕はやっぱりこの事件の根本には中久保さんとの別れという喪失体験があり、そこから崩壊が始まったのだと思うのだ。事故ではなく段階的に進んだ意図的な行為だったというのが僕の見解なのだ。私も同じ見方をしているわ。ただなぜ子供たちまでという問いへの答えだけは永遠にゆかさんの胸の中にしかないのかもしれないと思うわ。ここからはこの事件が事故だったのか意図的な犯行だったのかという点をもう少し深く掘り下げたいのだ。まだ議論の余地があるということよね。書類送検はされているけれど裁判が行われない以上断定できない部分が残るわ。そうなのだ。まず事故派の根拠から整理すると、ゆかさん自身も死亡しているという点が大きいのだ。もし計画的な犯行なら自分だけが生き残る可能性も考えられるのだが、そうではなかったのだ。自分も死ぬつもりだったなら感情的な爆発というよりもある種の覚悟があったということになるわね。一方で事件派の根拠は子供たちの死の対応が明らかに異なる点なのだ。次男と三男は結束バンドで首を絞められており、長男には防御創が複数残されていたのだ。防御創があるということは長男は抵抗したということよね。それはとっさの感情的行動ではなく長男が危険を察知していたということを意味するわ。そうなのだ。16歳の長男が抵抗するということは状況が突発的ではなく、ある程度の時間的な経緯があったことを示唆しているのだ。幼い次男と三男への結束バンドという手法も準備がなければできないわよね。そこなのだ。結束バンドはあらかじめ用意されていた可能性が高く、それは衝動的な行動とは相入れないのだ。つまり少なくとも子供たちへの行為については計画性があったという見方が成り立つわね。僕がもう一点注目したいのは、
中久保さんが殺害されたのが12月15日頃で、子供たちが亡くなったのが12月19日という点なのだ。4日間の空白があるのだ。その4日間、ゆかさんは何を考えていたんでしょうね。自首するでも逃げるでもなく、自宅に戻ったということよね。捜査報道によると、ゆかさんは自宅に戻り、最終的に夫に LINE を送ってから事態が発覚したのだ。その4日間に何らかの決意が固まっていったのではないかと思うのだ。子供たちとそうしながら、その先を決めていたとしたら、あまりにも苦しい時間だったでしょうね。一方で、自己派の立場から言うと、ゆかさんと長男の死因が失血死であり、斧と包丁が現場にあったという状況は乱闘の末の結果という解釈もできなくはないのだ。長男がゆかさんに抵抗して双方が傷つき合ったという可能性もゼロではないわよね。ただ、ゆかさんの遺体にためらい傷が確認されているという点が自己説を大きく揺るがすのだ。ためらい傷は自傷行為の際に見られる痕跡なのだ。つまりゆかさんは自分自身を傷つける行為を段階的に言っていたということ？それは明らかに意図的な行動よね。そうなのだ。ためらい傷の存在は偶発的な死ではなく、自ら命を絶とうとした意志の痕跡として捉えられるのだ。そう考えると、子供たちへの行為も同じ意図の延長線上にあったと考える方が自然かもしれないわ。動機という観点から言うと、中久保さんから別れ話を切り出されていたという捜査関係者の証言が鍵になるのだ。9歳年下の交際相手に別れを告げられた時、ゆかさんの中で何かが崩れてしまったということかしら。僕が思うのは、ゆかさんにとって中久保さんとの関係が自分の人生そのものになっていたのではないかということなのだ。名義でマンションまで契約していた事実がそれを物語っているのだ。家賃11万円のマンションを約9ヶ月間維持するというのは並々ならぬ投資よね。そこに自分のもう一つの人生を築こうとしていたのかもしれないわ。そしてその人生が崩壊した時、現実の生活、つまり夫や子供たちとの日常にも戻れないという感覚に陥ったのではないかと思うのだ。どちらの世界にも居場所がないと感じた時、人は追い詰められてしまうのかもしれないわね。ただ、だからといって子供たちの命を奪うことが正当化されるわけでは決してないのだ。これは僕が強く言いたい部分なのだ。当然よ。子供たちには何の責任もなかったわ。隼人さんも陸斗さんもレオさんもそれぞれの未来があったのよ。16歳の隼人さんは最後まで抵抗していたのだ。その事実は彼が生きることを望んでいたことを示しているのだ。その抵抗が報われなかったことがどうしようもなく悲しいわ。改めて整理すると、自己派の根拠は双方の死亡という点と感情的爆発の可能性だが、証拠の状況はむしろ事件派を強く支持していると言えるのだ。結束バンドの準備、4日間の空白、ためらい傷の存在、どれも偶発的な事故では説明しにくい要素ばかりね。僕はやっぱりこの事件はゆかさんによる計画的な無理心中であり、中久保さんへの殺害も含めた意図的な一連の行為だったと思うのだ。衝動ではなく、静かで深刻な決意の末に起きたことだったと断言するのだ。私も同じ見方をしているわ。ただ、計画的という言葉の裏にどれほど深い絶望があったのかは誰にも測れないとも思うわ。この事件が残した問いは、追い詰められた人間が誰にも助けを求められなかったのはなぜかということなのだと思うのだ。ゆかさんが誰かに打ち明けられていたなら結果は変わっていたかもしれない。それが一番辛い。もしも。というわけで今回は2025年12月に東京都西東京市で起きた野村ゆかさんによる母子4人死亡事件と練馬区マンションでの中久保慎太郎さん死亡事件を解説したのだ。どうだったメタン？これほど複雑な事件はなかなかないわ。中久保さんとの別れ話、4人の子供たちの命、全部が絡み合って最悪の結末を迎えてしまったのよね。仮説を話しながらもずっと胸が痛かったわ。長男の隼人さん、次男の陸斗さん、三男のレオさん、そして中久保慎太郎さん、誰一人としてあの日を迎えるべきではなかったのだ。4人全員の命がもっと違う形で続いていてほしかったわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。